のルナです。普段は渋谷のガングロカフェで働いています。今日はブラックダイヤモンド新プロジェクトの From2000 という2000年初期風のメイクを今回はやってみます。それではどうぞ。カラコンはトゥインクルアイズのスカイグレーっていう色を使ってて、でこれはめっちゃ発色が良くてハーフ顔が結構好きなので、いつもこのカラコンを使っています。ベースで使っているのはケイトのウォーターインオイル BB の4番というのを使っていて、でこれ結構どこにでも売ってて、安い割には結構肌なじみよくて、結構毛穴とかもカバーできるんで、下地って結構白い色が多いんですけど、これ結構いろんなのと比べてみるとちょっと濃いめっていうのもあって、いつもこれ使ってます。もともと二重なんですけど、二重幅を広げるのに絆創膏を切ったやつをいつも使っていて、アイテープとかいろんなの試したんですけど全部うまくいかなくて、で最終的にたどり着いたのが絆創膏だったので、100均の透明のやつをいつも切って使ってます。幅とかはそんな気にしないです。絆創膏のこうやって切ってる絆創膏の幅に合わせて切っちゃってます。二重幅作った後にいつもその後ファンデとかいろいろシャドウとか塗ったりするんで、それで取れないように両端に D アップのつけまのりをつけて取れないようにしています。二重幅作ったら食い込んだところの上下のまぶたのところがくっつくと目つぶった時にちょっと汚く見えちゃうんで、のりをつけた後にその上にさっきのケイトのファンデーションをベタベタしてるところに塗って上下まぶたがくっつかないようにしています。この動乱は三吉の S の10っていうやつを使っていて、赤みのある黒があんまり好きじゃなくて、一応自分の体の色と顔の色がだいたい同じぐらいになるように選んで、この S の10っていうやつを使っています。でなるべく濃いめになるように水ちょっと少なめにしてやって伸ばして塗っています。パウダーにはチャコットのフィニッシングパウダーっていうのを使っていて、普通だったらこれパフで塗っていくんですけど、パフよりもパウダーを上に捨ててった方が、ブラシの方が結構均等になんか馴染みやすくて、パフでやるよりも早く終わるので、いつも筆でパウダーやってます。最初にアイシャドウを塗る前にこのローリーウィンククリームアイシャドウ1番ゴールドを使っていて、結構古いんで多分パッケージ今変わっちゃってるんですけど、売ってるやつが、これを一応全部眉毛の下からアイホールの部分全体にいつも塗ってます。このシャドウがパレットにくっついてたやつをなんか持ち運ぶのがめんどくさくて、使うやつだけ取ってきて、ちょっとどこのやつだかわかんなくなっちゃった。まあちょっと薄めの茶色を先に塗ってから、目尻の方を若干濃いめに濃いブラウンを塗っているので、そんなにこういうブラウンみたいなこだわりはないんですけど、この2色のブラウンの差があった方が綺麗にグラデが作れます。塗る範囲は結構感覚なんですけど、眉毛の下を若干開けるぐらいで結構全体的にこの薄い方のブラウンが塗っちゃって、でこの濃いブラウンは目頭側はほとんど塗らずに真ん中から目尻にかけて濃いめに塗っていく感じでやってます。涙袋の部分にこのレブロンのカラーステイクリームアイシャドウっていうのを使っていて、これクリームシャドウみたいな感じで、白いシャドウって発色悪かったりとかするんですけど、これ結構発色良くて、しかもパールも入って若干光るんで、この発色と取れなさ重視でいつもこれ使っています。ビューラーは資生堂のものを使っていて、ビューラーってそんなこだわりはないんですけど、一応なんかネットで調べたらこのビューラーが一番いいみたいな書いてあったんで、一応これ使ってはいるんですけど、そんなにビューラー種類使ったことないんでこれめっちゃいいとかはないんですけど、深さまつげなんですけど結構上がるんで、ぜひ使ってみてください。マスカラに
使っているのがミルつけまつげデジャビューファイバーウィッグエクストラロングピュアブラックっていうやつなんですけど、多分これめちゃめちゃ昔に買ったからパッケージ多分全然変わっちゃってるんですけど、一応やっぱ昔のやつでも他のマスカラに比べればやっぱいいなと思うんで、めっちゃまつげとかもともと薄い人とかでもめっちゃいいと思います。これも上も下も結構全体に塗ってます。上のつけまつげに使っているのがプレイガールの15番のやつで、いろいろつけま探してて、その中で一番濃くて、もういつもだったら結構カスタムして何枚か重ねてたんですけど、これだったら1枚でもだいぶインパクトあるんで、しかもこれが芯がもともと濃いんで、ちょっとつけづらいっていうのはあるんですけど、逆に言えば折り曲げられるんで、自分でいつも目頭側を上げるように曲げて、で目尻側を下げるように曲げてっていうのをやってからいつもつけています。つけまのりに使っているのが、さっきも二重テープ留める時に使った D アップのアイラッシュフィクサーっていうつけまのりなんですけど、いろんなの試したんですけど、これが一番取れないんで、だからいつももう何年もこれ使ってます。下のつけまに使っているのがアイラッシュコレクションの8番っていうのを使っているんですけど、ストレートで誰にでも合うようなつけまなんで、結構私束感のある下のつけまつけると似合わないんで、こういうなんかストレートなあんま束になってないようなやつ使っています。貼る位置は垂れ目メイクじゃなくても目尻側は若干下げる感じで、なんかそのつけ方で慣れちゃってるんでいつもつけてます。アイライナーに使っているのはこのラブライナーっていうやつなんですけど、すごい描きやすくて細いんで、目頭のラインとか目尻とか描く時とかもすごい太くも細くも綺麗に描けるんで、最近はこれを愛用してます。角度は目頭はなんか自分の目を見た時に平行になる感じだから、本当に斜めって感じです。下すぎてもおかしいし、横すぎてもおかしいんで、人それぞれ角度が変わってくると思うんですけど、一応このメイクだと目尻側はあんまり垂れさせても上に跳ねさせてもおかしいんで、横にシュッっていう感じで、あんまり目立たせない、あえて目立たせないようにしてます。コンシーラーはキャンメイクのコンシーラープラスティックフェイスカラー1番、これもめっちゃもう文字なくなっちゃってて、眉毛の下の方に若干ちょっと塗って手でぼかしてっていう感じで、ちょっと白くさせるぐらい、あえて目立たせないようにしています。パウダーのハイライトに使っているのがキャンディードールのやつなんですけど、やっぱ真っ白よりは若干紫がかってるパウダーの方がなんとなく白くなるような気もするんで、これを鼻のところにいつも塗ってます。チャコットのフォープロフェッショナルズメイクアップカラーバリエーションチョコレートブラウンっていうやつなんですけど、結構何にでも使えて、私はシェーディングで顔の横とおでこ、涙袋の線を描くのにも使っているんですけど、あとはシャドウとか今は使ってないんですけど、ノーズシャドウとか何にでも使えてすごい便利です。元がすっごい黒いんで、私のこの黒さでも結構つけすぎちゃうと浮いちゃうんで、軽くトントントンやるぐらいでもすっごい色つくんで、シェーディング代わりっていうのもそうなんですけど、より黒く見えたらいいなっていうのもあって、結構顔の半分ぐらいまでオーバーめに私は塗っちゃってます。さっきの色違いのチークに使ってるのがチャコットフォープロフェッショナルズメイクアップカラーバリエーションフレームポピー、それって見えない、多分フレームポピー。最近チークってピンク系ばっかりで、こういった濃いオレンジ色のがあんまりないんですけど、すごい発色も良くていつもチークに使っているんですけど、多分シャドウとかにも使えてすごい便利で、私シャドウ塗るときはあんまなんか真ん中みたいな感じで塗らないで、目の下あたりから外側にシュッっていう感じで、斜めに入れるようにして塗っています。結構ギャルチークしない人とかもいるんですけど、やっぱりチークあった方が顔が華やかに見えるっていうか、やっぱ派手に見えるんで、ベース黒であと白いのも入れてとかで、いろんな色があった方がいいなっていうのもあるんで、私はいつもオレンジのチーク入れてます。
アイブロウに使っているのがメイベリーファッションブロウパウダーチップ、黄色みのある明るい茶色を使っています。眉毛が結構なんか描いてる感あるのが好きじゃないんで、ペンシルだとどうしても描いてる感出ちゃって、もともと結構眉毛あるんで、その自分の眉毛の上にこのパウダーを塗っていって、若干自分の眉毛濃くするイメージでこれをいつも眉毛にやってます。2000年初期ぐらいのギャルって平行よりも眉毛つってる人が多かったんで、もともと私もつってたんで、自分の眉毛の上にのせて濃くしましたみたいな感じでやっています。眉マスカレに使っているのがなんかどこにでも売ってよく見るやつです。これなんか結構眉毛が黄色みのある色とかがあんま好きじゃなくて、あと暗すぎてもちょっとダメなんで、一応なんかコンシーラーっぽいミルクティーっぽい感じの色を選んでこれにしました。でこれも塗るのと塗らないのじゃ全然違くて、パウダーだけだとちょっと濃すぎちゃうんで、その毛の色をいつもこれで変えています。リップは最初にコンシーラーとかグロスとか塗る前に必ず普通のリップクリーム塗っているんですけど、3色になっていて赤、黄色、青、これがなんか普通に可愛いと思って買ったら普通に青とかあんまり色つかなかったんで、リップ代わりとしてこれを使っています。リップを塗った後にキャンメイクのコンシーラーを塗っていきます。本当だったらこれだけの方が真っ白になってギャル感は出るんですけど、コンシーラーなんでめっちゃもうちょっと時間経っただけでカッサカサになってなんか見た目すごいヤバくなるんで、リップの後にこれをいつも塗っています。コンシーラーを塗った後にリップグロスミルクティーベージュっていうのを使っていて、コンシーラーだけの白の方がギャルっぽいんですけどカサカサになっちゃうっていうのもあって、あとツヤ出しみたいなのもあるから最後にこれを仕上げとして全体的に塗っています。で最後、私が目の下に今貼っているのが100均に売っているネイルとかデコ用のパーツみたいなつけまのりをちょっとつけてちょっとずつ貼ってっていう感じで、配置とかは毎回違くて、むしろ毎回同じにならないように貼っていて、で今日はピンクシルバーピンクシルバーシルバーっていう感じで貼っています。メイクのポイントは2000年初期の頃のギャルの方たちってなんかみんな鼻筋を白くしてないんで、あえて鼻筋はコンシーラーなしで少しだけパウダーを塗っただけにしました。目の下涙袋の部分を全体的に白くして、あと眉毛も太く描かないように自分の眉毛の形のままで濃くしました。ファッションのポイントは昔の全盛期の頃に流行ったアルバローザを今日着てきました。ネックレスとかも昔のギャルっぽい感じもして可愛いかなと思ってこういうのもやってきました。そして最初にも言ったんですけど、ブラックダイヤモンドの新しいプロジェクトがこれから始まります。ギャル文化を復活させるために2000年からタイムスリップしてきたギャルサーメンバーというコンセプトのグループでブラックダイヤモンド from 2000という名前で活動します。オリジナル曲をリリースしたり、ライブを開催してパラパラを踊ったり、ショートドラマを作成したり、漫画化されたりといろいろ計画中なのでぜひお楽しみに。2000年初期のギャル風メイクこんな感じでした。そして私も最近 Twitter 始めたのでよかったらフォローしてください。そしてここのチャンネルも他にもいっぱいメイクの動画上がっているのでぜひチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。